いついかなる時も権力を取り巻く勢力の大半は複雑に絡み合い、裏に闇を隠している。かような状況で地位を確立し、その座に就くには並外れた手腕と深慮な辛酸が必要不可欠だ。そのような人物と接触を試みるのなら、自身が彼と同じ側の人間かどうかを見極めなければならないだろう。おや、私を散歩に誘ってくれるのですか？上里綾人は幼少より社奉行の上里家後継者としての修行を重ね、武芸を鍛えてきた。彼は水元素の神の目を駆使し、上里流の技を扱うことに長けている。その剣術は穏やかな水面下の暗流のごとく、相手を静かに死に至らしめる。一日三食すべて使用人に任せる上里家当主にとって、料理は生きるための手段というより一種の娯楽に過ぎない。上里綾人が料理を完璧調理した時、一定の確率で微妙な品質の同一料理を獲得できる。上里綾人の通常攻撃は剣による最大5段の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費し、突進と同時に居合斬りを見舞い物理ダメージを与える。元素スキルは移動後に滝巡り感化状態に入り、元の位置に水の幻影を創造する。水の幻影は形成後、周囲に敵が存在する場合、または継続時間終了時に破裂し、水範囲ダメージを与える。滝巡り感化状態では春水剣で斬撃を繰り出し、通常攻撃が元素付与によって他の元素に変化しない水範囲ダメージとなる。春水剣が敵に命中すると波線効果を獲得し、自身の現在の HP 上限をもとに春水剣のダメージがアップする。初期状態では波線を最大4層を重ねがけ可能だ。獲得できる総数は短時間につき1層ずつとなり、状態終了時に効果は消失する。また滝巡り感化状態の時は自身の中断耐性がアップするが、銃撃と落下攻撃が発動できなくなる。天賦上里流峰をまといし清滝解放後、元素スキルを発動すると直ちに波線効果を2層獲得する。水の幻影が破裂すると重ねがけ上限に相当する波線効果を獲得する。上里流水遊元素爆発では小状の煙遊を展開し、その場に存在する雑音を全て消し去る。持続的に水末剣を落とし、範囲内の敵に水ダメージを与え、中にいるキャラクターの通常攻撃ダメージをアップさせる。水の波紋はそこに映る月影を切り抜き残像に変え、静寂が訪れた後の破月を満たす。天賦道行く破月解放後、上里綾人が待機中、元素エネルギーが一定値以下の時、持続的に元素エネルギーを回復する。上里綾人は日頃人前には出ず、その際を見せることもほぼない。だがそれに付け入ろうとする者がいれば、彼は自らの手で賊を葬るだろう。上里綾人の主な攻撃手段は春水剣だ。戦闘中味方と連携して水元素に関連する反応を誘発すれば、春水剣でたやすく敵の群れを片付けることができる。元素エネルギーが溜まったら小状の煙遊を発動するといい、味方の通常攻撃ダメージをアップさせると同時に優れた元素反応環境を作り、敵を一掃できるはずだ。何年も前のことだが、社奉行は職務の怠慢により危局に直面した。その時上里家は神の恩恵により存続したが、同時に冠という永遠の枷をかけられたのだ。上里家当主の心に最も大事なものを尋ねたら、その本心は神の意志ではないことを俺は断定できる。あらゆる事務をそつなく処理しているように見えるが、彼もまた神と民衆に挟まれた常人に過ぎない。もしもいつか神の示す道と彼が守ると誓ったものが矛盾した時、その揺らめく安定を彼はどのように維持するのだろうか。